皆さん、こんにちは。今日も動画を見てくれてありがとうございます。いつも通りリスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックは観葉植物です。観葉植物とは部屋の中で育てる植物のことです。以前私が100円ショップで買った観葉植物について話をします。この動画には4つのステップがあります。まずはじめに私がゆっくりのスピードでパッセージを読みます。そして2番目に今日のパッセージに出てきた便利な表現についていくつか例文を使いながら説明します。そして3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。そして最後にネイティブのスピードで今日の文章を読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるか挑戦してみましょう。それでは始めます。観葉植物。数ヶ月前に100円ショップに小さい観葉植物が売っているのを見かけました。最初はプラスチックでできた偽物のインテリア雑貨かなと思いましたが、近くで見てみると本物でした。ずっと前から家で観葉植物を育ててみたいと思っていましたが、初めて育てるし、高いのを買って失敗するのが怖くて手を出せずにいました。でも100円なら試す価値はありそうで、一つ買ってみました。その植物はパキラという種類で、調べてみると比較的育てやすい種類のようでした。ネットでいろんな人が100均のパキラ育ててみたのような記事を載せていて、それを参考にしながら、まず少し大きめの鉢に植え替えました。そして窓際の日光が入るところに置いて、たまに水やりをしました。パキラはもともと中南米の植物で、雨の少ない地域でも育つので、水やりを頻繁にしなくてもいいのもすごく扱いやすかったです。そしてどんどん新芽が出て葉っぱが増えていきました。最初は手のひらくらいの大きさだったのが数ヶ月で40センチほどになりました。目に見えてどんどん成長するのが楽しくて、このままどこまで大きくなるか育ててみたいと思います。それでは次に文章に出てきた便利な表現について説明します。まず、手を出すとは物事に自分から関わりを持つ、何かを新しく始めるということを言います。自分の手で積極的に新しいことに触るイメージです。例文です。最近ギターに手を出してみました。最近ギターに手を出してみました。彼は新しいビジネスに手を出そうとしています。彼は新しいビジネスに手を出そうとしています。
初心者がビットコインに手を出すと損をする可能性が高い。初心者がビットコインに手を出すと損をする可能性が高い。次です。比較的とは、一般的な基準と比べてという意味です。どの基準と比べているかは文脈で判断する必要があります。例文を見てみましょう。今日は比較的寒いね。今日は比較的寒いね。これは最近の気温と比べると寒いという意味だと考えられます。彼は比較的この仕事が好きらしい。彼は比較的この仕事が好きらしい。これは他の仕事よりはこの仕事が好きという意味だと考えられます。今回のテストは比較的簡単だったね。今回のテストは比較的簡単だったね。これは前回のテストや去年のテストなどと比べてという意味です。次です。皆さんは日本の100円ショップを知っていますか？いろいろなものが100円で売っているお店で、短く100均と呼ぶのが一般的です。日本国内に1万軒近くあって、日本人の生活になくてはならないほどとても人気のお店です。100均の会社はたくさんありますが、特に有名なものはダイソー、セリア、キャンドゥです。ダイソーは特に海外でもたくさん店舗があります。売っているものはお皿などの雑貨、掃除用品、化粧品、おもちゃや食品などです。最後の表現です。目に見えてとは、見た感じではっきりわかるという意味です。ものを見るのは目なので、目に見えるという表現は当然すぎて少し不思議な感じがしますが、それくらいはっきり見えるというニュアンスです。例文です。プロに掃除してもらったら目に見えて家がきれいになった。プロに掃除してもらったら目に見えて家がきれいになった。毎日ピアノの練習をしていたら目に見えて上達していった。毎日ピアノの練習をしていたら目に見えて上達していった。祖母は病気が治った後、目に見えて明るくなった。祖母は病気が治った後、目に見えて明るくなった。目に見えてという副詞的な使い方とは別に、目に見えるという形容詞的な使い方もできます。よく使う表現を紹介します。目に見える変化、目に見える上達、目に見える成長はとてもよく使う表現です。それでは次に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最初はプラスチック、偽物、インテリア雑貨、近く、
本物、育てる、初めて、高い、失敗する、試す、価値、植物、種類、調べる、いろんな、記事、載せる、参考にする、鉢、植え替える、日光、水やり、もともと、中南米、雨、地域、頻繁に、扱いやすい、新芽、手のひら。それでは最後に今日の文章をネイティブのスピードで読みます。観葉植物。数ヶ月前に100円ショップに小さい観葉植物が売っているのを見かけました。最初はプラスチックでできた偽物のインテリア雑貨かなと思いましたが、近くで見てみると本物でした。ずっと前から家で観葉植物を育ててみたいと思っていましたが、初めて育てるし、高いのを買って失敗するのが怖くて手を出せずにいました。でも100円なら試す価値はありそうで、一つ買ってみました。その植物はパキラという種類で、調べてみると比較的育てやすい種類のようでした。ネットでいろんな人が100均のパキラ育ててみたのような記事を載せていて、それを参考にしながら、まず少し大きめの鉢に植え替えました。そして窓際の日光が入るところに置いて、たまに水やりをしました。パキラはもともと中南米の植物で、雨の少ない地域でも育つので、水やりを頻繁にしなくてもいいのもすごく扱いやすかったです。そしてどんどん新芽が出て葉っぱが増えていきました。最初は手のひらくらいの大きさだったのが、数ヶ月で40センチほどになりました。目に見えてどんどん成長するのが楽しくて、このままどこまで大きくなるか育ててみたいと思います。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？私はこの100均のパキラを育ててから観葉植物が大好きになりました。またこれからいろんな種類の観葉植物を育ててみたいなと思っています。この動画の感想をよかったらコメント欄に書いてくれるととっても嬉しいです。またチャンネル登録やインスタグラムのフォローもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。